楽しみすぎて早起きになってしまった2日目始まります。昨日の18時より人が歩いていて、立山の朝は早いんだなぁと実感。お宿の朝ごはんを食べて、まずは室堂駅へ向かいます。始発の電車も見れました。初めての立山黒部アルペンルートは、立山駅から長野駅まで行って東京に帰る横断ルートにしました。チケットは2日前にウェブで購入しておきました。この日は7月上旬の金曜日でしたが、前日のお昼くらいまでは8時40分以降のチケットを残っていました。そして本日の予定はこんな感じ。駅前の湧き水でお水を汲んでいきます。駅を入ってすぐ左のこちらの機械でウェブチケットを発券していきます。アルペンルートと特急バスの2枚発券されました。出発まで時間があったので、右手のお土産コーナーでステッカーを買いました。55周年の旗が可愛いです。チケットの QR コードを読み込んでいざ登場です。急な階段を上って最初の乗り物を待ちます。エンジンはなくワイヤーだけで引っ張っているので、車掌さんはいるけど運転手さんはいないそうです。ちっちゃくて可愛いけど120人も乗るんですって。左側に座ったらひたすら壁と森を見ることになりました。座るなら右側がおすすめだと思います。でも車両とすれ違えたので私はハッピーでした。ケーブルカーは美女平が終点なので乗り換えます。駅の表記が可愛かったです。駅の皆さんに導かれ、流れるように室堂行きのバスに乗れます。こちらは普通の観光バスですが、普通では通らないような山道を走るので、その運転さばきにすごいキュンキュンします。運転うますぎて本当にすごいので、ぜひ体感してほしいです。道中は車内先頭にあるモニターでいろんな解説が流れていて楽しかったです。車窓からの見どころポイントでは、バスが止まるくらいゆっくり走ってくれるので、見逃さずに楽しめます。ただその景色はだいたい左側だったので、左側に座ることをおすすめします。この雪と青葉を一緒に見たくてこの時期に行ったので、しっかり見れて嬉しいです。ついに旅の大本命の室堂、楽しみです。室堂駅に到着。歩く前に腹ごしらえします。ついて目の前にあるこちら、立山蕎麦屋さんでご当地を摂取。こちらは立ち食いスタイルでした。近くに郵便局がありました。こちらでポストカードと切手を買って、併設されたポストに投函すると、立山のスタンプを押して郵送してくれるんです。私はこの子にしました。室堂に向かう階段の途中で白鷹伝説の像がありました。新幹線白鷹の名前の由来になった伝説の人です。お会いできて光栄です。階段を上がると、初めての室堂の景色です。本当に綺麗でした。まず湧き水を汲みます。立山ホテルを左手に三栗ヶ池の手前で回る道が約15分。私は寄り道をたくさんしたので約1時間くらいかかりました。気温は16度でしたが、太陽が暖かくて上着は使いませんでした。服装は帽子と半袖 T シャツとジーンズパンツに普通の運動靴を履いていきましたが、特に問題はありませんでした。高低差のおかげで私しかいないと思う瞬間がたくさんあって、ちょっと嬉しかったです。
一番人気の三栗ヶ池です。ちょうど氷が溶けきった時で、奥の雪とのコントラストが綺麗です。三栗ヶ池の側面を見に行きます。側面の看板まで来ました。低い位置から見る三栗ヶ池もかっこいいです。でけえ。後ろ側では地獄谷が少し見れます。よく見るとガスの煙が見えてかっこいいですが、この火山ガスが有毒のため現在は入れないのだそうです。ラッキーなことにライチョウの砂浴びが見れました。お客さんみんな静かに見守っていてほっこりしました。壮大な立山連峰と三栗ヶ池とライチョウ、素晴らしいコラボです。しっかり雪が残っているところもありました。7月に雪を踏んだのは初めてですね。何度も首振り振りさせていただきます。360度全部綺麗で、もう全部残したくなってしまいました。雪解け水も流れていました。かわいい働く車に出会いました。室堂ではいろんな種類のお花が見れました。名残惜しいですが、そろそろ次に向かいます。時間が足りなくて行けませんでしたが、カフェとお土産屋さんとレストランもありました。タイムトラベルみたいで綺麗です。バスのすれ違いも見れました。スタンプを押していたら定員オーバーで定期便に乗れませんでしたが、臨時便が出たおかげでそこまで待ちませんでした。テーマパークのようなオープンゲート待ちをしてロープウェイ乗り場へ。ゆっくりと登場。こちらは駅と駅の間に柱がないワンスパンロープウェイというタイプで、このタイプの中では日本一の長さを誇るそうです。行きに乗ったケーブルカーと同じですが、自然保護や雪害防止のために日本で唯一の全線地下式になっています。見た目も行きの子とはちょっと違って可愛いですね。黒部湖に到着です。かっこいいトンネルを抜け、大きな扉の奥に黒部ダムが広がっていました。こちらはもうダムの上を歩いているので、覗き込むと放水が見れます。黒部ダムです。下の方には虹も出ていて圧巻でした。上から見てもかっこいい。右側の黒部湖も眺めながら黒部ダムの上を歩いていきます。撮影スポットの後ろには
黒部ダム建設の際に犠牲になった方を追悼する像があります。ダムを渡ったところにある黒部ダムレストハウスでご当地を摂取します。席が空くのを少し待ちましたが、一つ上にも食事スペースがありました。外に出られて黒部ダム一望スペースになっています。これから黒部ダムのスポットを巡っていきます。まず放水観覧ステージ。次は上へ向かいます。階段の数を眺めて気合を入れます。途中にカフェエリアがありました。涼しい上に眺めがいいので最高ですね。お手洗いもありました。黒部ダムのマスコットキャラクターと顔はめパネルも可愛かったです。カフェはちょうど休憩中でした。それでは最上階に向かいます。こちらが一番高いところからダムを見られる場所です。湧き水スポット発見です。水分を補充します。後ろの山肌もかっこいいです。それでは一旦元の場所に降ります。道中にコンクリートバケットと滑車がありました。こちらは当時大量のコンクリートを空中運搬するために使われていたものです。ここからここまでケーブルでつなぎ、このバケットを動かしたそうです。すごく遠いです。右側にちゃっかり監査楼がありました。管理用のダム内部へのトンネルです。残念ながら私たちは眺めるだけですね。今度は下に向かって歩きます。階段が多いですね。こちらはダムから一番近い場所でした。本当に壮大な建造物で、ほとんどを人の手で作ったことに驚きますね。階段を上がったところに黒部ダム建設の展示がありました。黒部ダムは現在の安全基準よりもさらに厳しく設計されているので、大地震や豪雪にも耐えられる最強のダムとなったようです。そんなダムの建設は困難が続いたようで、その様子が描かれています。壮絶なお仕事を知れるので、こちらもぜひ見てほしいです。黒部ダムを満喫したので黒部駅へ向かいます。駅前にある黒部ダムの模型を見て、かわいい駅長室も眺めて搭乗列に並びます。扇沢駅到着です。展望台と記載があったので見てみると、駐車場確認スペースでした。階段を降りた左手にレストランがあって、営業後も開放していたのでおやつタイムにしました。反対側には休憩スペースがありました。黒部ダムへ向かう改札もありました。改札かわいいです。
喫煙所の前のスペースが宇宙船みたいで可愛かったです。バスの出発まで時間があったので、トロバス記念館を見学しました。電気バスについていろいろ知れて楽しい場所でした。旧トローリーバスも見れて、なんと中にも入れました。さよなら黒部、楽しい2日間でした。旅の終わりの長野駅到着です。長野グルメの山賊焼きを食べて今回の旅は終わりです。アルペンルートもトロッコも涼しかったので、夏旅にはもってこいの素敵な避暑地でした。また行きたいなぁ。